斜面を利用した形の考え方、こうなっちゃうと手のつけようがない、デザイン的にも工夫していかないといけないかなとは思っております。それが我々なんかの役目ですから。おはようございます。今日はまた新しくガーデンリメイクをやります。ちょっと今回は平らじゃなくして斜面を利用した形のちょっと道路沿いのお宅で変化のある敷地ということでちょっと面白いんじゃないかなと思いました。やっぱしこの斜面を利用した形の考え方、ちょっと高低差があるんでどうしていこうかなという感じになります。はい、よろしくお願いいたします。で一応ですね、この生垣になってる部分が一応境界、林地との境界になっております。ここ全体をやるってことですか？ここ全体を一応生活しやすいような形でちょっとリメイクしてるんです。今まで畑とかなんかで使ってたやってたらしいんですけども、ちょっと時間的に手を抜いたらこうやってうっそうとしちゃう。だからお子様が小さい時は結構ここ活用していろいろやられたっていう話は聞いておりましたけども、ちょっとこうなっちゃうと手のつけようがないっていうか形になったと思います。で一応ですね、こうやって今石垣で石入れて平らになって、一応こういう感じで活用してなされて、とにかく雑草がにちょっと負けちゃってる。でやはり斜面なんでどうしても今の雨で土が流出しちゃう、土留めなんかもちょっと完璧じゃないんで、ここなんかもそうなんですけど、こういう状態でちょっと上からの土が流出しちゃうつ、それをどういう形で対策していくかっていうのご依頼の1項目に入っております。であと収納スペースがなかなかこの敷地の内でないんで、今までこの中に物置がありまして入れてたらしいんですけど、逆にこんだけのここだけの収納っていう形よりここの面積を全体を物入れ通関にしたいと思ってる。だけどもそれをするためにもこちらからの土の流出が結構ありまして、ブロックを積み直して積み足して土の流出を防ぐという形で物置を完璧に作っていくと思っております。だからここからの出入り、ちょっと出入りが狭いんですけど、ここからの出し入れ、一応考えております。で前やはりデッキがあってここからの乗り降りがあるんで、ここはもう逆にもうデッキを設けないで、テラス作りまして、そのまま階段も広く大体1メーターぐらいの幅で階段作っていきます。ですから来るにしてもここはちょっと今土のうでこうやって
押さえてるだけなんで、その石が出ますから、その石をふんだんに使ってこちらの方の土の土留めは使っていこうかなと思っております。こちらの土留めは一応枕木で見えないんですけど、枕木でこれはもう一度オイルステンを塗り直して、こういう感じですね。でそのつながりで駐車場も全部枕木敷きでなっておりますから、ちょっと沈んだとこは上げて据え直しという感じは取りますけども、一応これも塗り直して仕上げていくという考え方になってます。それで、どうしても、今枕木と頂上と段差が1メーターぐらいの高さの段差、今そこがのり面になってるんですけど、ご主人が人工芝でのり面は押さえてあるんですけど、土留めをして斜面を畑にするという、その土留めも一応今人工芝が結構あるんでもったいないんで、人工芝を利用した形の土留めを作っていこうかな。こっちから見て一番目立つんで、人工芝の緑のラインがこう出るんで、ここ段々畑風な感じになります。ここがこうやって開けてる。そうですね。で今かぶれちゃってますけど、昔レンガでサークル状のテラスをここで引き並べて、こうやってテーブルを置いて憩いのスペースとして、だからいろいろちょっとレンガとかいろいろ定番とかなんかあると思うんで、利用できるやつは利用していこうかなと。土が流れてしまう、それからあと雑草を防ぎたいという考え方、ちょっとこの地形をいかに動線をうまく使って広々と活用できるような空間にしたいということです。で整備し合えば結構利用できるかなという感じで。それでワンポイント的に東屋を一応建てます。屋根付きの休憩施設的にちょっと通りから見たワンポイントとして、またこれじゃもうなんか敷地の広さも分かんないんで、こちらの方に建てればご自宅の広さっていうのはアピールできるし、こっちから見てがでされてるような感じの持っていきたいなと思ってます。一応大まかなあれは、基本的には土のこういう斜面ですから流出を防ぐっていう、後の部分は草を雑草が生えないような処理というご依頼です。ただ我々がやっていく上にはデザイン的にもちょっと工夫していかないといけないかなとは思っております。それが我々の役目ですから、どんなものが出てくるか。だからこれなんかご主人が買って
引こうと思ったらしいんですけど、そのまんまなんです。人工芝です。でやっぱりほら、ここに単管がこういう単管なんかもそのまま利用して、あるものをちょっと利用していきたいなとは思ってます。はい、だからまあ今までやってたこの辺はもうこうやって面影が、菜園にやってた面影があるわけですよね。のり面が菜園になればこの辺はもうある程度抑えちゃうか分かりませんが、まあちょっと作りながらお客様と日々相談しながらちょっと変更はしていきたいと思っています。まずはもうちょっと手元の草ある今買っちゃうのと、園路は園路ではっきり決めていきますから。このように草があったら、まあ今こうやって人工芝のところだけは草が生えてないんで、これ一応剥がしちゃって、大体こう草を刈ったらこうやっていろいろと前のやつが出てきたんで、だからここがもう前もやはり休憩施設で、こんだけ平らな部分が多くて、これ今立ってるとこは、これは一回外すってことですか？一回外しながらまた同じように据え直し、グラウンドちょっと平らになった状態でやっていきます。この階段を生かせる枕木とかああいうの使えるのは使って、新しくこっちから作り直す。この辺の枕木はそのまま生かしていけるぐらいは生かしていきますけど、その辺ぐらいまでは。だからこういうの生かすやつは全部階段で使ったり、ちょっと土留めでなんか他の用途で使ったり、結構レンガなんかも出てきてるんで使っていけると思います。集めると結構あるんじゃないかなこれ。だからちょっと片付けながらやっていくっていう感じですね。